あなたは家の中で見知らぬ人間と鉢合わせたらどうしますか。2021年8月15日、アメリカアラバマ州とある民家で発砲事件が発生しました。夜自宅に帰宅したフランク・リーブスが自宅に侵入している男と鉢合わせ銃撃戦となったんです。怯える妻を守るため果敢に立ち向かうフランクは銃に撃たれたものの重傷には至りませんでした。さらに17年前の2005年4月、アメリカテネシー州、この家に住むジェフリー・フリーマンは自宅に侵入していた男と鉢合わせに。そして妻を守ろうとしたジェフリーは不幸にも侵入していた男に殺害されてしまうんです。この2つの事件に登場する侵入者には2つの共通点がありました。1つは夫婦の自宅に侵入した不審者が妻の不倫相手だったこと、そして2つ目が不倫相手がいつの間にか自宅に住んでいたこと。夫に隠れて愛人を自宅に住まわせていた2人の妻たち。妻は一体どのような不倫生活を続けていたのか。この異常な三角関係はあることがきっかけで悲惨な結末を迎えるんです。オーソス、世界で一番美味しいたこ焼きどこか教えて。ケンちゃんです。国民の愛人、ゆみゆみこです。しなさんな。ペロペロでたこ焼き食べてる。たこ焼きだね。今回ご紹介するのはですね、夫に隠れてね、愛人をね、家に住まわせていた妻っていう、そんなね、ことにまつわる事件を2つ紹介するんですけど、すげえな。そんなヤバいやつが2つもあるってすごいよね。すげえな。バレるでしょ、いくら広いって言っても。バレるそよ。んなね、お城みたいなところだったらバレないでしょうけど、そう広いって言ってもたかが知れてるわよ。バレるよ。何回言うの？バレたんでしょ、今回も。バレたよ。物理的な面でもどこに隠してたって気になるんですけど、その精神がすごいですね。夫にバレないと思ってね、隠しちゃってさ、生活音でバレるに決まっとろうが。ではね、早速ね、一つ目の事件から見ていきたいと思います。不審者と遭遇した夫婦。遡ることは半年前の2021年8月15日、アメリカアラバマ州が今回の舞台。アラバマ州の住宅街に58歳の夫フランク・リーブスと妻のトレイシー・リーブスという夫婦が住んでいました。2人の娘はすでに結婚して家を出ており、静かな生活を送っていたリーブス夫妻。しかしある夜、そんな2人の生活を打ち壊すような出来事が起こったんです。それは8月15日の日曜日夜9時を回った頃、外出先から帰宅したフランクとトレイシー。フランクより先に車を降りて家の中へ入ろうとしたトレイシーはふと足を止めました。誰もいないはずの家の中から人の気配を感じたんです。耳を澄ますとかすかに聞こえてくる人間の足音。誰かがいる。とっさに侵入者の影を感じ取ったトレイシーはフランクの元へと引き返しました。家の中に不審者がいるわ。フランクは怯える妻を安全な場所へ待機させたんです。そして一人で家の中へ入っていきました。いざという時のために車に隠し持っていた銃を持って。妻を守るために立ち向かうってめちゃくちゃ男らしいじゃないのよ。そうですね。いくらね、銃を持っててもさ、どんなやつが相手かわからんからさ、怖いっすよね。恐怖っていうのは未知のものに対して生まれる感情なんですよ。いくら強いものが自分であったとしても、とっさだからこそね、普通はちょっと逃げちゃいそうなものですよ。夫フランクは不審者に気づかれないように静かに玄関のドアを開け、家の中へ入っていきました。息を殺し、一歩一歩足を忍ばせ、人の気配がする方へと歩いていきます。この部屋の中にいる。フランクがたどり着いたのは普段使っていない予備の寝室の前。そしてフランクは自分の家、そして愛する妻を守るため思い切ってドアを開けたんです。ここで何をしている？部屋の中にいたのは白髪混じりの頭と口ひげを生やした中年の男。すると中年の男は非常に驚き、フランクを突き飛ばし部屋から飛び出したんです。待て！フランクは中年の男を追いかけました。逃すまいと必死に追いかけるフランクと追いかけられる中年の男。家の中を駆けずり回り、ついに中年の男はリビングへと追い詰められたんです。もう逃げ場はありません。すると中年の男はなんと隠し持っていた銃を取り出し、フランクめがけて発砲。うわっ！この一発を皮切りにフランクと男の銃撃戦が始まったんです。家の外にいる妻トレイシーは激しい銃声を耳にして怯えていました。そして銃声が鳴り止んだ時、玄関から出てきたのは血だらけで足を引きずっている中年の男。その姿を見たトレイシーはより一層取り乱したんです。オーマイガー！その後すぐさま警察と救急車が駆けつけ、銃撃戦を行った2人は病院へと運ばれました。フランクは胸を、中年の男は足と肘を撃たれていましたが、どちらも命に別状はありませんでした。トレイシーが取り乱すのもしょうがないんじゃない？なんか銃撃戦の後に家から出てきた男が中年の男だったら取り乱しちゃうんじゃないの？これ心配になりますよね。でもトレイシーがね取り乱した理由っていうのは他にもあるんです。
中年の男は一体誰で何の目的があってフランクとトレイシーの自宅に侵入していたのか。それはすぐに明らかになりました。中年の男の名前はマイケル・アマッカー53歳。これまで麻薬の製造そして所持において何度も逮捕されている男でした。フランクの命が助かり犯人が逮捕されて安心するはずのトレイシー。しかしトレイシーの震えが止まることはありませんでした。なぜかというとトレイシーは夫には言えない重大な秘密を抱えていたから。その秘密とは実は不審者の中年男マイケルはトレイシーの愛人だったんです。自分の夫と愛人が銃撃戦してんじゃないのよ。これトレイシーとんだ悪女じゃないこれ。もうね、映画みたいにね、ロマンティックなね、話じゃないんですよね。結局愛人のマイケルはさ、うんトレイシーの家で何をしてたわけこいつは。盗みでもしてたの？まあまあまあ、冒頭でも言っちゃってたんですけどね。やべんすよ。やってることすべて。もうやべんです。奇妙な同居。不審者騒動により発覚したトレイシーの不倫。そしてトレイシーにはもう一つこの事件がきっかけで表沙汰になってしまった秘密があるんです。それはフランクには内緒で愛人のマイケルを1年前から自宅に住まわせていたんです。フランクとトレイシーの家には使っていない予備の寝室がありました。フランクがその部屋に一切入らないことを知っていたトレイシー。それをいいことにその予備の寝室に愛人マイケルを呼び寄せ密かに住まわせていたんです。とんでもねえ度胸だなそれ。愛人マイケルの食事はフランクの目を盗みトレイシーが部屋まで運んでいました。そしてトイレはというと愛人マイケルは瓶に排尿し後からトイレに流していたんです。後に警察官が愛人マイケルが使っていた寝室を捜査したところ尿が入った瓶が何本も発見されたといいます。ちゃんと流せそれ。そしてフランクが留守の時にはリビングでテレビを見たりゲームをしたりして楽しく過ごしていたんです。このように愛人との生活を楽しんでいたトレイシー。ではなぜトレイシーは事件の夜家の中に不審者がいると騒ぎ出したのでしょうか。それはトレイシーが薬物中毒だったから。事件の夜もトレイシーには薬物症状が出ていました。そのため愛人マイケルが家にいることを忘れ不審者が家に入っていると勘違いして怯えてしまったんです。結局トレイシーは薬物所持で、そして愛人マイケルは不法な拳銃および薬物の所持で逮捕されました。この場合夫のフランクもさ銃撃ってるわけだから罪に問われたりしないわけ。そこはですね、城の原則が適用されるんです。城の原則って何？というわけで本日のメトロキーワーズ、城の原則について。何なのそれ。住宅や車内への不法な侵入者に対し居住者が銃などを使用して侵入者を死傷させても罪に問われないというアメリカの刑法上の原則。しかし不法侵入されたからといって闇雲に発砲することは当てはまらないんです。逃げる通報するなどの手段が取れず、なおかつ侵入者に銃や刃物で襲われ生命の危険を感じた場合に正当防衛として適用されます。今回の事件では家の主であるフランクが侵入者の愛人マイケルへ銃を向けたことは罪には問われないんです。愛人マイケルが銃を持ち発砲したことでフランクは命を守ろうとしたから。侵入者に対して発砲するっていうのはあくまで最終手段ってことだね。でもフランクが罪に問われなくてよかったわよ。踏んだり蹴ったりじゃない、もしこれで罪に問われたりでもしたら。妻のね、不倫相手がね自宅に住んでるとかもう別に今妻いないけども想像もしたよね。もうショックだ、そんなことだったら。でもね、これと似た事件が17年前のアメリカで起こってるんです。アメリカ何なのよ本当に。いびきの正体。遡ること17年前の2005年4月10日、アメリカテネシー州州都ナッシュビルの高級住宅街に住む実業家44歳のジェフリー・フリーマンは自宅でのんびりと夕食後の時間を過ごしていました。時計の針が夜10時を指した頃、ジェフリーはどこからかかすかに聞こえてくる音に耳を傾けました。何の音だ？気にしないようにしていたジェフリーでしたが、一度耳に入ってきたその音のことが気になって仕方がありません。家の中から聞こえてくるようだ。ジェフリーは音の出所を探し始めるんです。広い家の中、耳を澄まして歩き回るジェフリー。ここでもない。ここも違う。そしてついに妻マーサの寝室の前に来た時、その音をはっきりと聞いたんです。ここだ。ジェフリーとマーサは数年前から寝室を別にしていたため、マーサの寝室にジェフリーが入ることはありませんでした。ジェフリーはマーサの寝室のドアをノックしました。マーサ、いるのか？返事はありません。ジェフリーは寝室のドアをそっと開けました。するとそこには誰もいませんでした。ジェフリーが首をひねりながら寝室のドアを閉めようとしたその時、またあの音が聞こえたんです。耳を澄ますと、その音はマーサのクローゼットの中から聞こえてきました。ジェフリーは嫌な予感を覚えながらマーサのクローゼットを開けました。するとそこには
男が寝ていたんです。信じらんないわよ。妻の不倫相手がクローゼットに潜んでんでしょ。怖すぎない？そうなんです。もう水曜日のダウンタウンであるような企画じゃないの。いたいたじゃん。そんなリアクションで済まないわよ。夫がね見つけてたってなるわよ。ってなるわよ。今日あんた演技派ねなんか知らない？泣き始めたわよ。想像つかないんでそういろいろやってみてる。ジェフリーの言う豪邸っぽいからクローゼットもなんか相当大きかったとかじゃないの？そうじゃないです。実際は小さいんです。どのぐらい？クローゼットの中で寝ていたのはマーサの愛人ラファエル・デイエス・ロシャ・ペレス36歳。言えたわ。幅60センチ、高さ243センチのクローゼットの中にマットを引き、枕を抱えて小さくなって寝ていたんです。ずうずうしいな。さらによく見るとクローゼットの中には愛人ラファエルのものと思える男物の衣類や食料、さらには辞書、任天堂のゲーム、ラジオ、成人向け雑誌などあらゆる私物が置いてあるんです。ジェフリーはマーサを呼びつけ問い詰めました。するとマーサは衝撃的なことを口にしたんです。ラファエルは1ヶ月前からここに住んでいるの。どういうことそれ。激怒したジェフリーは2人を脅しました。これから1時間だけ時間をやる。その間に荷物をまとめて出ていけ。もし俺が帰ってきた時にまだいたらどうなるか分かってるな。そう言い残しジェフリーは犬の散歩へ出かけたんです。犬も怖いでしょ多分それ。小さいクローゼットに1ヶ月も生活なんてできる？実際はねずっとクローゼットにいたわけじゃないんです。なんとですね、夫のジェフリーがいない間はね、普通にシャワー浴びたりリビングでこうやってくつろいでやってたり、妻のマーサとねデートしてたんですよ。もうデートしてたんだもん。私がジェフリーだったらぶん殴ってやりたいところだけど。もう僕も殴ってますね。この状況でさ1時間の猶予を与えるってちょっとすごいっすよ。めちゃくちゃです。大人っすよね、対応として。もしかしたらねこの間にね自分のね気持ちを落ち着かせてたのかもしれないですね。今は誰に憑依してる？バスルームの死体。ジェフリーがマーサの愛人ラファエルを発見した翌日午後4時頃、警察に1本の通報が入りました。内容は自宅のバスルームに男の死体があるというもの。殺人事件なんです。警察はすぐさま現場であるテネシー州ナッシュビルの高級住宅街へ向かいました。現場にいたのはその家に住むマーサ・フリーマン41歳の女性。警察はマーサに案内されて死体があるというバスルームに入りました。するとそこには100キロもありそうな大きな体の男の死体。両手を縛られた死体の頭には黒いビニール袋がかぶされていました。そして首には男物のベルトと電話コードが巻きついていて、首を絞められて殺されていたことがわかります。警察は顔を歪めながらマーサに尋ねました。この男は誰ですか？するとマーサは震えながらこう答えたんです。私の夫です。私の愛人に殺されたんです。殺されたのは夫のジェフリーの方だったのよ。そうなんです。前日妻の愛人を見つけたジェフリーは犬の散歩をしてね1時間ぐらい経ってから戻ってきたんですよ。するとね家の中でこんなことが起こったんです。怒りを覚え落ち着きを取り戻したジェフリーが帰ると家の中は静まり返っていた。マーサ、いないのか？返事はない。そして愛人ラファエルの姿も見当たらない。荷物をまとめて出て行ったのだろう。ジェフリーはため息をつきマーサの寝室へと向かった。愛人ラファエルが使用していたクローゼットの中を確認するために。誰もいない。やはり出て行ったのかと思ったその時、背後からものすごい力でシャツの襟元を引っ張られた。首元が締め付けられ息が苦しい。静かにしろ。妻の愛人ラファエル。ジェフリーはどうにか声を絞り出しこう言った。まだいたのか？黙れ、撃つぞ。銃を突きつけられた夫ジェフリー、愛人ラファエルに言われるがままバスルームへ連れて行かれる。視界の端にはマーサの姿が。バスルームに着くなり何度も頭を殴られるジェフリー。両手を縛られ抵抗することもできない。マーサは隣の部屋で震えながらその音を聞いている。ひぃ。どれくらい時間が経っただろうか。物音が聞こえなくなり、妻マーサが恐る恐るバスルームを覗くと、そこにはぐったりと横たわる夫ジェフリーの姿が。何度も殴られたであろういびつな顔、そして首にはベルトと電話のコードが絡まっていた。ほんと何も悪いことしてないジェフリーがそんな殺されるなんてね、煮え切らないわね、ほんとに。不倫相手のねラファエルは現場から立ち去るんですけど、妻のマーサはねある不可解な行動をとっているんです。何してる？一人になったマーサは深夜であったにもかかわらずジェフリーの母親に電話をかけました。そしてこう伝えたんです。今晩ジェフリーは薬を飲んで早く寝たから電話をかけられないと。
夫のジェフリーは週に一度母親に電話をかけていたんです。今日がその日だったことをマーサは気にしていました。その後マーサはジェフリーの死体をそのままに一晩過ごしたんです。怖えなそれも。そして翌朝病院へ抗うつ剤の処方箋をもらいに行くんです。マーサは普段から躁うつ病を患っていたため抗うつ薬を常用していました。いつもの薬が切れていたんです。そして家へ帰ったマーサがしたことは犬の散歩を2回。その後隣の家を訪ね夫ジェフリーがバスルームで死んでいることを伝えました。警察へ通報したのは隣人だったんです。警察が通報を受けた時夫ジェフリーの死から16時間経っていました。メキシコの不法移民者だった愛人ラファエルはすぐに逮捕、そしてマーサも共に殺人罪で逮捕されました。妻のマーサと愛人ラファエルは麻薬の常習犯。ジェフリーが殺害された日、そして翌日もマーサは薬物の症状が出ていたというんです。愛人を自宅に住まわせていた2人の妻は共に薬物の中毒者。正常な判断ができない状態だったことは明らか。現実から目を背け快楽に溺れた弱い女性の末路とも言えるのかもしれません。いやね、皆さん本当にね、不倫とかしちゃダメっすよ。ましてやね、自分家にね、かくまったりでも意味わからんのでね。ちょっと面白い。はい。ちょっとおもろいけどね、やられた方は傷ついちゃうんでね。というわけでね、ヤミコさんもね、気づけばあっという間に85万人ですよ、もう。早いわね。ありがとうございます、皆さん、本当にね。あっという間じゃないもう。画面のね、そこのあなたですよ。こんな動画のこんなところまで見てる。あら、メトラの皆さん、あなたメトラ。ありがとうございます。はい。ちょっと歌舞伎っぽい。本当に今年こそね、100万人も見えてきたんですけど、登録者っていうよりはね、一応85万人なんでね、コメントもさせていただいてるんですけど、やっぱり密度もね、大事にしていきたいってところで、コメント欄とか含めてね、増えてきたんですけど、ありがたいことに全部見てるんで、で、なんかやっぱ、全部、今それ、OK。セクシーボイス。コメントとかね、もうほんとしてくれるの嬉しいし、毎回コメントくれる方ね、覚えてます。インスタでもね、DM くれる人とか、反応くれる人とか、YouTube でもコメント絶対くれる人とかね、めっちゃ覚えてるんですよ。ありがとうございます。本当に。今からアルゴメントで初めて見る方もね、ぜひぜひね、コメントしていただければ、僕らのね、励みになるんです。動画一本一本作るのってめちゃくちゃね、大変だし、次こういう話やりましょうかとかね、僕らも試行錯誤しながら、もちろんね、別に YouTube なんでお金はいただかないんですけど、その代わりね、コメントとかでもしていただけるとね、僕らはね、励みになるんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。